私がその紙に対して持ってるコスパ感っていうのが、端的に言うと、紙は省くべき無駄であるというような形で、それを思った理由みたいなところが、その小売のアルバイトをしてた時だったんですけど、働く側になってお店っていうものが動くために日々こんなに紙が捨てられてるんだっていうことにすごくショックを受けたっていうのがあって、本当に毎日毎日シュレッダーにかけてはサンタさんが担ぐぐらいの量の紙を毎日捨てるみたいなところで、なおかつその、商品の説明というかちょっとブランディング用のパンフレットみたいなのがいつも本部から届いて、それを最初はその店頭に置いとくんですよ。ご自由にお取りくださいみたいな感じで。なんですけど、そのパンフレットにしてるキャンペーンが終わりに近づくと、みんな急いでそのお客様の商品を包むときに無理やり入れ込むみたいなことをしてて、でそれでさえ間に合わなかったときはもう一律バーって捨てちゃうんですよね。それもすごくショックで、なんかどうせお客さんの手に渡らないって分かってたんじゃないのかなとか思ったり、そのパンフレットも雑誌も本もみんなその紙に印刷して誰かの手に渡すっていうものなんだけど、お客さんから見たらなんかこんなの入れられちゃったって言ってすぐ捨てたりだとか、場所を取るし、保持できる情報の量がすごく限られてるというか、なんで人はまだ紙を使うんだろうっていうのがそこで思ったことになってます。なるほど。で、それがあった後に初めて加藤研のフィールドワーク店に行った時に、かなりその腕いっぱいに持ち抱えるぐらいにかなり印刷物が多かったっていうのがすごくびっくりしてなるほど。例えばその読み物がありますって言ったら QR コードのパネルを1個会場に作っておいて、そこから読み物読んでくださいって言ってリンクを渡せばそういうこともできるはずとか思ったりして、で加藤研に入ってからは、この方針を取ってるのがどうやら加藤文俊先生であるというふうに思って、紙に出すことだったりとか物にアウトプットすることとか、そういったところの方針を取るのはなんでなんだろうっていうのもいつか聞かなきゃなと思ってたっていうのが今回のインタビューの内容になってます。すみません、今からめっちゃ紙の話が始まると思った方いると思うんですけど、で私もそのつもりだったんですけど、ちょっと申し訳ないんですが全然紙の話じゃない話を動画に収録したいと思います。でもネタバレ的に言うとこの話は全然答えが出なかったっていうところが私的な一押しのポイントです。それでは本編をどうぞ。本当に正直なことを言うと、その毎年フィールドワーク展の準備をしながらその3日間のためだけに晴れパネを作るとか怒らないでください。晴れパネを作るだとか、あとその紐、麻紐をわざわざ買ってきてその紐でその飾る場所を作るだとか、そういうのが実は心痛いって思う時が未だにあって、間違いなくその自分がやりたいコミュニケーションを見せるために必要なものだったって言ってどうにかその自分を納得させるんですけどでもやっぱ3日使って3日で捨てたっていう事実が消えないことがすごく心が痛くて。でも麻紐の可愛いとかって言ってたじゃん。そう、可愛いんですよ。可愛いけどわざわざこれ買ってきたんだとか、これで釘が何本使うんだとか考えちゃうところはあって、こういうのが心痛いままだとおそらくこれからもずっと何かその自分が何か表現をしたいなんだけど自分が求める表現を追求しようとしたらきっと何個も何個もプロトタイプを作ってそのプロトタイプを後で捨てることになるってことは挑戦しない方がまだマシだとか、表現を妥協してしまう方がまだマシだって思ってしまう時があるんですよ実際で。それがすごく怖くて、カルチャーファンなのでなんか音楽とかアニメとか現場見ててもやっぱりそのもう最初から売れるプロットを作れってやっぱり言うじゃないですか。それこそさっきの
映画のジャンルの話とかもそうですけど、こういう方があってこの方のファンは、実際これぐらいいるからとりあえずこのプロットに習って作れば、これぐらいは人が見に来るでしょう、だから作れますみたいな、そういうのってやっぱその本当の意味でカルチャーを作ってるっていうことにはならないというか、いつかこう小さくなっていくっていう気がしてて、で自分がカルチャーファンって言ってながらもこうカルチャーを作っていくことに対して引け目みたいなのを感じてるのがすごく嫌なんですね。なるほど。でもさ、太田のさ、その美大系のさ部分っていうのはそういう同じ感覚を持ってるの？つまり美大的な思考を持っていたっていうか、過去形じゃなくて持っているんだと思うんだけど、その中にはそういうくしゃくしゃっぽいってこう紙くずがなんとかっていうことはこう許容しないっていうか、そのあえて美大系って持ち出さなくてもそこまでこう無駄を省かなきゃいけないと思うそれを突き動かしてるのは何かが逆に興味深いよね。いやだからこの卒プロやってるのかもしれないけど、そうですね。このそれこそこの前先生が送ってくださった記事にまつわる今その同世代の人たちが何を考えてどんな行動をしてるかみたいなところにも関係はあると思うんですけど、例えばグレタ・トゥーンベリがどうだとか、ビリー・アイリッシュが環境保全にまつわる歌を歌うだとか、そういった言葉は悪いですけど、団塊世代がめちゃくちゃにしたこの世界を私たちで絶対直さなきゃいけないんだぜっていう責任感によってみんなが突き動かされて、それこそブラック・ライブズ・マターとかの運動を起こしたのも若者が中心だったりしますし、何か分かんないけど責任取るのは私たちって思ってるところがそうだねあるかもしれないです。責任は大きいよね、多分。もろもろのね、地球環境みたいなことを言い始めると、必ずしもそんなに明るい話題っていうのはあんまりないから、それに今、若者たちが反応して実際にアクションを起こしてるっていうのは、ある意味健全なことだと思うんだよね。だけどやっぱりこれって本当に、世代論で語ってしまうと、団塊の世代は責任を感じてる人はいるけど、でもそんなに先が、悪いけど先がそんなに長くないみたいな。それが逆に無責任をこう容認するっていうか、しょうがないっしょみたいな。あるいはどうせ俺たちはいなくなるからみたいなレベルで放置されてるようなこともたくさんある。それがなおさらみんなをこう腹立たしくさせてるところかもしれないんだけど、正直その話とこの、展示の3日間だけで朝日も捨てていいんですかみたいな話が、僕の中では実は直結してないというかなかったんだよね、今言われるまでね。でむしろリサイクルみたいな思考はあると。別に釘だって別に捨てるわけじゃないんで、来年も使いましょうみたいなレベルではもう一度使われると。全てが捨てられてるわけではないっていうのは一つね。晴れパネは確かにもったいないかもしれない。だけど、その話とはまたやっぱり別で、やっぱり3日間のためだけどやるみたいな話は、その資源の無駄みたいな話では動いてないね、きっとね。だから逆に言うと、それを考えながら展示を設計すると相当違ったものになるかもしれないよね。でもだったらもうオンラインでいいじゃんみたいな話までいくのかもしれないし、そこの部分は多分すっごいいろいろ考える余地はあるんだろうね、きっとね。でもやっぱり対面はいいよねみたいなことはみんな多分思うわけだよね、きっとね。その展示とかいろいろなアクティビティで使われて、3日間なら3日間にで捨てられるみたいな、そういう話は正直なところあんまり考えてなかったかもしれない。問題は、そういう紙やパネルや巻物のような形で保存しておく必要があるのかみたいな問題だよね、きっとね。こう先生がその考えてなかったっていうのは間違いなくそれがその
私が憧れる表現者像というか、私は表現者ではいたいのに表現するとゴミ出ちゃうから嫌だって思ってる、そのなんか中途半端なタイプなので、その環境保全とかっていうのがあまりにも正しすぎて、なんか屈服せざるを得ないというか、なんだろう。そうね。いや、まあだから本当に多分今、少しずつでも動きが出てきていて、それが良いなと思うのは、一人一人の心がけが大事みたいなことをやっぱりみんなすごい実感を持ってね、感じ始めてるんだと思うんだよね。まあ全員が全員じゃないんだけど。今まではなんか一人がやったってどうしようもないでしょみたいな感じで、結局やんない意識のある人だけが何か心がけをしているっていう状況だったんだけど、特にそのコロナなんかの問題があってね、やっぱりみんなマスクしましょうみたいな話とかさ、手洗いましょうみたいな話は、身の安全っていうことが関わってるからかもしれないけど、なんかみんなのプチ努力がなんかあるバランスを保つみたいなことを容赦なくつけられちゃったみたいな感じがあって、そこの今回のなんか教訓みたいなのが結構あると思うのね。この半年ぐらいで少し、僕たちのマインドが変わってるとすると、なんかいい感じでね、その環境の話にしろ展開していく可能性はあるなと思ってるんだけど、でも一方でその表現者とはみたいな、この表現者像みたいなものももしかすると書き換えなきゃいけないのかもね。とにかく1000枚書いてそのうち1枚いいものができるんだみたいな、そういうレベルでひたすら紙くずを増産するみたいなスタイルでものを作ったりするっていうのもあるし、それに対して憧れを持ったりする部分もあるし、むしろその形っていうか、ああいう感じでやんないと巨匠にはなれないんだみたいな、そういう、思い込みの型みたいなのがあるよね、きっと。だからなんかチャッチャって PC で作っちゃって、それが売れてたりすると、あんなんでいいのかとかさなんかあれは本当に作品として価値があるのかとか、そういう議論になっちゃうから、それもナンセンスだから、そこはなんかね、どう折り合いをつけるかっていうのは分かんないな、どうしたらいいのか。私も分かんないなって思って。で、分かんないまま社会に出るのが怖いなって思って。でも多分そのある種の巨匠らしさとか表現者らしさみたいなものはやっぱりなんか地道な積み重ねみたいなことは普遍的なこととしてあるような気がするけどね。いやわかんない、なんか超天才みたいな人もいるから、いきなり筆を持ってシュッみたいなんで出来上がりみたいな人も時々いるかもしれないけど、いや、そうですし、しかもテクノロジーを売ってくる人が、もうこれさえ持ってればあなたもこんなイラストが描けるようにとか言ってくると、これがあればできるのかもって思っちゃうし。そうなんだけど、でもどうなんだろう、そこはなんかすっごいこれからみんな考えるとこなんじゃないの、きっと。要するに、人間とはみたいな話になってくるよね。そしたらだってやっぱり今太田が言ったようなことであれば、学習させれば、なんかボタンを押せばどんどん作品生み出せるみたいな話になっていって、それを買う人も多分いてっていう世界で、動いていくマーケットとか、多分あるはずなんだよね。だからそう考えるとそれはそれで出来上がっていく世界だけど、でも一方ではなんかやっぱり太田さんのこのタッチは賜物ですよねみたいな。なんかやっぱり人間だからこそ作り出せる揺らぎであるとか微妙なところっていうのは本当にテクノロジーで代替できるのかみたいな、そういうレベルの話になんか向かっていくのかもしれないよね。一回僕なんか印刷機のプロジェクトみたいに関わったことがあって、それって本当に印刷機だから紙ってほら水を吸うからどういう紙を選ぶかによるんだけど、その日の気温とか、空調されてる部屋なんだけど、なんか微妙にそのインクのこの出方を調節しないと、綺麗に色が乗らないんだみたいな、そういうのに職人と呼ばれる人に
まあ、張り付いてちょっとなんかこう関わったことがあるんだけど、もうそういう人なんかもうわけわかんないんだけど、これ舐めるとわかるみたいなこと言うのね。そう全然さ、こうなんか意味不明なの。そのインクの状態を知るのは多分、こうなんかかき混ぜてみて、こうなんか柔らかいとかちょっと硬いとか、そういうのならわかるよね。あるいは今日は湿度がこうだからちょっとノズルをこう狭くしましょうとか広くしましょうみたいな、そういう話はまあ理にかなってるんだけど、だからちょっと舐めてみると分かるみたいなことを言うわけで、時々町工場のおじさんがさ、こうなんか目分量でやってるんですけど必ず5ミリになりますみたいなおじさんとか時々出てくるじゃん。ああいう世界はなんかすごい素晴らしいって思うんだけど、非常に危うさを感じるんだよね、一方で。だからそこの部分の話とリンクしてんのかも。だから表現っていうのもなんか本当やっぱりこういう努力の賜物であったりとか繰り返しをして場合によっては無駄と思えるっていうことを積み重ねてるからこそ、なんか絶妙なタッチとか機械に真似できないものができるって僕たちは多分今信じてるんだけど、本当にそうなのかどうかは分かんないよね。もしかしたら AI に任せた方ができるかもしれなくて、その人間固有のその人のミスとか癖とか100回に1回これやっちゃいますみたいなのもプログラミング、まあ理屈ではできるわけだから、それを動かしてればその100回に1回印刷すればいいみたいなさ、まあ、全部出すんじゃなくてとかね。そしたら本当に人間とはっていう感じになりますね。なんかそうだから分かんないもんだって。それはもうさ人間とはなんてこうもうこう質問が深すぎて答えられないけどでも技術によって助けられてきたことは間違いないので、まあ、幸せかどうかはともかくね、幸せだと思っていろいろ使ってきたものが、まあ、今問題を引き起こしてるわけだけど、まあなんかちょっとでも、まあ、電気みたいな明かりみたいなのができたからみんなさ夜も寝ないで仕事するようになっちゃったわけで、それは幸せなのとか言い出したらちょっと分かんないよね。まあ昨日の話じゃないけどさ、天気次第で、決められるんだったら、まあ、生産性は落ちたし、多分太田の大好きな都市生活みたいなものはもう多分成り立たないと思うけど、でもなんか人間の体にとって自然なのかもしれないよね。朝起きて気圧低くて調子悪かったら、まあじゃあ今日は寝てましょうみたいな。で天気良くてカラッとしてて今日はちょっとやる気あるから今日は本を読みましょうとかさ。だからそういうことができたらすごいいいよねって思うけど。やっぱりこれがまあすごい変な、まあなんかやだな、こういうこと言うと大谷なんかバカにされそうじゃない。しないですよ。なんかこのなんていうの、この剣がこの紙を滑る感じ、紙と触れてこのインクがこう出てくる感じもうそれがいいんだよねいやなんかやだな、こんな答えしてんのやだな。